熟成庫の中身を公開しようと思います。おはようございます。8月10日朝4時です。台風で海がしけてるんで魚ないと思うんですけど、また大阪中央市場本庄に来ております。何かいい魚があれば買って帰ろうと思います。それでは行ってみましょう。Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. いいな、熟成すごいですね。ありがとうございます。さあ今しけです。ないですか？何もない。何もないです。やっぱ何もないですね。おお、今日は魚がないわ。ないですね。最近フォローさせてもらいました。ありがとうございます。こっちの方が美味しいですか？こっちの方が美味しいと思ったんで。今日はこんだけです。それでは海保水処理を始めさせていただきます。立派なタケノコメバル。処理って言ってもつけるだけ。美味しそうっすよね。でクジラの肉は帰ってから処理します。ここにつけときます。それでは帰ります。はい、帰ってきました。今日はメバルとクジラだけ、いつもの海保水で処理をして熟成していこうと思います。じゃあちょっと出していきましょう。これね、水道水じゃないです。水道水は1年以上魚に当ててないです。1匹だけ血管管理味付けやってみましょうか。どこや？これや、結構太い。入った気がする。入れてみましょう。無理か。管理紙ないですね。はい。内臓は捨てます。血が凝固してるから血管管理はどっちみち厳しいかもしれないですね。これで3つとも内臓とエラを除去できたんで、つけてきた海保水にもう一回つけてから熟成していこうと思います。イワシクジラの肉、これも同じように海保処理して熟成していきましょう。今日の動画は何をするかっていうと、熟成庫の中身を公開しようと思います。で熟成庫この部屋に3台あって、大きいやつと大きいやつとちっちゃいやつがあるんですけど、どれぐらい魚が入ってるか僕も全然把握してないです。なので全部出して把握していこうと思います。ではまずちっちゃい熟成庫がちっちゃいからね、大きい魚入らないです。だからちっちゃい魚が入ってる熟成庫の中身を一気に出していこうと思います。それでは出していきましょう。熟成魚三昧、ざっくりこれだけちっちゃい熟成庫に入ってました。ちょっと見ていきましょう。まずこれがニシンですね。お腹入ってるやつ。ニシンを仕込んだのが7月13、今日8月10日なんで、あと3日で1ヶ月ですね。別にやばい匂いも何もしてないです。すごいですね。でこれが沖ノ島の牡蠣、もうちょっとカチカチになってしまってます。で牡蠣は確か6月なんですよね。6月末なんで1ヶ月半ぐらい経ってます。これは水野先生にもらったトビウオ、いつもらったか忘れたけど、これも6月半ばですね。もうカッチカチです。釘打てそうなぐらいで、これが美味しいイワシはいっぱいあるんですよ。すごいなんか油が浮いて固まってる。その前にこれはガンガゼですね。ガンガゼ、もうこれもカチカチになってる。全然臭くはない。これもどっかでね、粉末とかにして何かにかけて食べていこうと思います。でこっちは全部イワシ、こっちが内臓入り、こっちが内臓なし。1ヶ月超えても生のまま確実に美味しく食べれるのはもう今のところイワシだけですね。これも早く食べてしまわないとダメなんですけども、なかなかちょっとレシピが思いつかなくて丸かじりばっかりしてます。
丸かじりでもマジでうまいですよ。ショートをご覧の皆様はご存知やと思いますけども、このイワシ内臓ごと骨ごと生で食べれるんですよ。頭の骨はちょっと硬いからカットしてますけど、頭より下は全部食べれます。で全然臭くないです。これ信じられへんかもしれないけど美味しいんですよ。ほら、内臓も何も出してない。でこれは内臓抜いたイワシ。これはね、もう何してもうまい。このままかじってもうまいし、だしも取れるし、焼いてもうまい。7月6日のイワシ、仕入れたのが7月6日、もう1ヶ月ちょっとですね。ちょうど1ヶ月ぐらいやけど、ちっちゃな冷蔵庫はこんな感じ。これでまたしまっときます。では次行きます。で2つ目の大きい冷蔵庫、これはお肉を保存してます。でお肉と魚は分けるようにしてます。最近は。最初は一緒に入れてたんですけども、どうしても魚と一緒に入れると魚の匂いがついてしまうので、今は別々にしてます。次は肉を見ていきましょう。肉三昧。いやーすごい。じゃあ一つずつ説明していきましょう。これがね、一番最初に中央市場で買った黒毛和牛の霜降り。これが7月20日かな、まだ2週間ぐらいで、他こっちは全部7月27に仕入れた牛肉です。黒毛和牛霜降りブロック貝のみ 2.6 キロ、黒毛和牛ヒレ、黒毛和牛霜降りブロック、黒毛和牛霜降りブロック、黒毛和牛霜降りブロックが2つある。まあいいか。でこれが一番安い黒毛和牛のカレー用ブロック。これはこれで楽しみなんですよね。で宮崎牛のハラミで、黒毛和牛のブロック亀の子。あ、そうか、さっきの黒毛和牛2つじゃなくて、こっちは松阪牛の黒毛和牛ってどういうこと？よう分からんけど。でこっちは宮崎牛の霜降りブロックですね。まあなんせいっぱい仕込んであります。で肉に関してはちょっと地元の知り合いに肉のプロがいるので、もちろん焼肉屋を営んでいる方なんですけども、その方がいつも入れてる肉を我々の処理と我々の保存庫で熟成して、で熟成後にそのプロに食べてもらうっていうのを企画してるんで、それはまた動画にしますのでお楽しみに。西田とか先生とかと同じぐらい舌が敏感な人なんで、厳しい意見をもらえると思います。で最後これ 1.1 キロのクジラの肉、今朝仕入れてきたやつです。梅干しで処理したんですけど、もうどんどんなんか血が溢れてくる。これもう紙変えたんですけど、まだまだ出てきそうです。クジラは、魚の方に入れてもいいんですけども、一応哺乳類なので、この肉の熟成庫の方に入れるようにしました。楽しみやな。全然臭くない。でこれ見ても分かるように全部黒っぽく熟成肉っていう感じになって色が変わってきてるんですけども、なんか脂肪も赤くなるんですよね。わかります？海保水で処理すると脂肪も赤くなる。これが2つ目の熟成庫の中身です。大きい熟成庫に入れてるけど、もう半分も埋まってないです。またどんどん肉を増やしていこうと思います。それでは次行きましょう。最後、大きい魚と食べきったけどアラを捨てるのがもったいなくて大量のアラがあります。大きい魚の頭とか、背骨とか尻尾とかアラですね、アラが残ってるんで、そっちを出していこうと思います。じゃあ最後の三昧ていうか、これで全部じゃないんですよ。これはもう乾いてしまって上の段とか下の段とかの端っこに押し込まれてたやつたちだから、メインで現役で熟成されてるやつはもっとあるんですよ。ちょっと説明ちゃっとやっていきましょう。もういつのかわからんタコもうやばいですよ。武器みたいになってます。これはハモかな、ペーパーナイフとして使います。6月22日に仕込んだマダイ、まだ身残ってるけどやばいですね。6月22ってことは今8月10日やから、1ヶ月半は余裕で経ってますね。でこれはおそらくコブダイの釜ですね。どうしよう。これはまだ身が4分の1残ったマナガツオ、7月6日仕込みのマナガツオ、血管管理したやつですね。これ美味しかったな。まだこんなにあってんな。でこれは6月29日に仕込んだハマチ、シークワーサーとアゴだしを管理してある。養殖のハマチとかカンパチ、あとブリとかも養殖の青物は1ヶ月過ぎても刺身でいけます。
苦みが出たりベロがしびれたりっていうのもないです。でこれはおそらく刺身でいけるはずです。後で食べようかな。じゃあ次いきます。これ何や。これはアナゴ干からびたアナゴがいました。6月1日やばい、丸2ヶ月以上経ってますね。でここがちょっともうやばいとこなんですけども、これはカンパチの頭ですね。カンパチちゃん、これは多分比較的まだ新しい1ヶ月ぐらいですね。このハマチと同じ日に仕込んだカンパチの頭ですね。でハモの頭、これ系はもうだしにするしかないですね。全部ぶち込んでラーメン作ろう。でキジハタサメガレイの頭、このサメガレイのこのザラザラの皮、これがめっちゃうまいんですよ。焼いたらめちゃめちゃ油乗ってるから、自らの油で揚げたみたいになってパリパリになってめっちゃ美味しいです。全く臭みもなかったです。皮目が臭いとか言われてたんですけども。でこれはコブダイのアラですね。コブダイですね。でこのハマチちゃんの頭、見て目が綺麗。1ヶ月以上経過してますけども、見てください、この目超綺麗、全然臭くない。でマナガツオちゃんですね。これも骨が柔らかいからこのまま丸々につけて丸々食べられへんかな。マナガツオも7月6日なんで1ヶ月以上経ってます。でこれが雄一郎にもらったスジアラのアラ、これもまあ出し取るしかないですね。これはもう分からんけど多分カンパチの骨かな、分からん。でいっぱいショート動画を撮らせてもらった雄一郎にもらったスジアラ、サギスジアラですね。めちゃめちゃお腹パンパンやったけど全部空気でした。ここにコブダイちゃんの頭もあります。どうしようこれ、ちょっとこれも使い道を募集します。いい匂いがする。それでは最後は吊るされてる魚ですね。じゃあこれはしまいますね。はい、それでは最後の魚たち、よいしょ。これで最後、違うわ、もうちょっと1種類だけ省かしてください。大きいアジがね、尺アジが10匹ぐらいこうバーって寝かしてあるんですよ。もうそれめんどくさいから省きます。アジなんで、アジをバカにするわけじゃないんですけど、これが最近たくさんショート動画を撮りまくってるメバチマグロ。ショート動画を見ていただいたら分かるんですけども、血管管理で味付けしてるんで、こっから後ろは味付け材料で染まってるんですよ。塩漬け状態だから1ヶ月以上経つけどまだ生で食べれます。でもこの頭肉切り出してショート動画撮ったんだけど、染まってない頭肉は全然食べれるんだけど若干酸味というかあかん味がしました。焼いたらね全然気にならずに食べれたんですけども、まだこんだけあるんでもうちょっとショート動画を撮っていこうと思います。てかお昼ご飯後でこれ食べようかな。じゃあ他解説していきましょう。これがサメガレイの渋市7月13、これももうすぐ1ヶ月ですね。これ美味しかったな、また仕入れたい。すっごい脂乗ってる、全部こんな脂乗ってるのかな。でここにもう奥に押し込まれるのが決定のハモがありますね。すごいな、これもこれ杖にして歩けますよ、これ絶対。親父にあげようかな、こういうおじいちゃん。これも美味しかったけどあんま食べてないな。目抜け全然こんだけしか食べてない。後でこれ食べよう。で1ヶ月オーバーの島味で1ヶ月オーバーのニシン、これも最近よくショートに出てくるやつですね。で今日仕込んだメバル、以上。もう何キロか分からん。最後はアジで見ましょうか。全部は持ってきてないです。あと7匹ぐらい、7、8匹おるんで、これもちょっと大きすぎてどうやって食べたらいいか分からない。これがアジね、アジ干物やな。これはこんな感じかな。いかがだったでしょうか。何食べよう。今からちょっとね朝ごはんというかお昼ご飯を食べていこうと思います。
うまい。めちゃめちゃ味が濃くなってる。だし完流したのかっていうぐらい濃い味がしますね。ダークマスター何あれ？これクジラ、イワシクジラ。チェルもいます。チェルもいます。はーい。クジラ食べる？あマジで？うん東京はな。チェルあっちでこれ食べたって。ゆうちゃんもいます。スパイシーだけどな。イエーイ。かわいい。チェルが名付けた名前がスパイシーやね。そうな。血の匂いがするな。ねえねえパパ、リオちゃん泣いた。ちょっと見といて、よしよししといて。塩で食べてみます。レバーみたい。レバーみたいな味する。醤油ってすごいな。レバーみたいな臭さが消える。ごま油。ごま油塩。一番臭くないし美味しい。塩ごま油ってすごいですね。ママクジラ食べる？壊さへん。絶対。美味しいって？美味しいって。いやいやめっちゃ遅いやん。劇的に美味しいわけではないけど、まあ美味しい、そうだ焼いたレバーみたいなんですよね。次ジェル食べる。お前フルチンやんけ。食べるな。嫌やったら出していいよ。おいしい。ほんまに？大丈夫？むにゃむにゃむにゃむ。パンツ履いてください。今回はここまでです。